皆さんこんばんは。オーラムエイトプレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回からずっとワールドカップ特集をやりたいと思っておりまして、はい。現地に行っておられる大隅さんがちょっと事故があったみたいで、はい。出られないんですが、この後藤武雄さんにはい。来ていただきました。後藤さんよろしくお願いはい、します。よろしくおお願いしま願いします。す。後藤さんは6え月、あさってかな、6月17日からアメリカの方に、そうです。入らはい。れると。はい。第一えー戦は、東京で見て、はい。チュニジア戦から入る予定です。あ、そうですか。そのはい。時もまた現地報告よろしくお願いしはい、ます。よろしお願いくお願いします。今日します。は私もテレビで、オランダ戦見まして、最初、先制点を取られた時には、やっぱり私のような昔を知っている人間は、ああ、またというふうに思ってしまったんですけれども、その後、強いなと思ったんですけども、どうですか、後藤さん。やっぱり日まあ、本、え2回ね、先行されて2回追いついてはい。たっていうことは、やっぱりかなり力がないとできないことですよね。そうですね。はい。今まあ、までにはなかっ4た。年前は、1点取られて2点取って逆転したわけですけどね。はい。はい。あのその、時のドイツよりは今のオランダの方が強そうですよね。なるほど。うん。それで、まあ、見ておられて、どうですか？やっぱり強いなという感じは、持たれましたですか？印象としては。そうですね。その強いなっていうのは表現が難しいと思うんだああ、けど、そうですね。前半はお互いにかなりこう、守備的に慎重なね、はい、見合って。試合をしてましたよね。例えばオランダだとそのゲームメーカーのデヨングがあんまりデヨンが、はい。前に来なかった。あるいははい。逆に言うと日本がうまくそこを消してたっていうことも言えるんだけど、ああ、うん。そうすると今度はオランダ、両ウィングからの攻撃がちょっと弱くなっちゃうとかね。はい。日本はそのデヨングのとこ止めるとか、うん。ウィングに対して堂安なんか本当に守備に走り回ってましたよね。はい。だからお互いに相手のいいところを消そうっていうサッカーをしていて、だからうん。あんまり決定機がなかった。オランダの方もいきなり開始初っ端の、鈴木大王シュートが。がね、はい。止めたシュートと、あとは2つ枠内シュート3本だったんだけど、あと2つはコーナーキックからのヘデはい。ィングだった。あんまりお互いにチャンス作れない。だから僕そうですね。はなんか、このままずっと0-0でいっちゃってもいいのかなと思ってたら、まあ、はい。オランダが開始からね、相当強硬に攻めてきて、フそうリーキックをですね。取って、そのこぼれ球から、うん。一番ね、怖かったファンダイクのうん。ヘディングという武器で、はい。入っちゃいましたよね。まあ、いいコースに決められましたけど、ただ、ただ、前ただ、半見たときうん。に、これはよくワールドカップではある試合運びだな、という感じそうそう。がしたんですけれども。特に、あれですよ、グループの中で一番強い2つがはい。初戦で当たるパターンですよね。あ、そうですね、やっぱり。やっぱそうですね。りそうですか。そうすると、例えば今回だとブラジル、モロッコ戦もそう、引き分けあ、だったそうでしんですよね。たね。だから無理して負けるのは一番困るわうん。けですよ。うライバルにん。勝ち点3を与えちゃうことがね。はい。だからもう最低引き分けで、あとの残りの2試合で勝ち点稼げばいいという考なるほど。え方ですからね。うん。ただ、まあ、だから、うん。そういう中で先制されちゃったっていう時に、日本がすぐにね、いろんな意味で立て直して、攻はい。撃力を増していった。で、まうん。た2点取られちゃったけど、さらに攻撃力増して、最後は交代をどんどん積極的に使うん。って、うん。その交代した選手が活躍して、うん。しっかり追いついた。だから、うん。その、先に先行されても、ちゃんとこちらの持ってる駒を順番にこう出していくことによってはい。立て直すこと、ただただ頑張ったとかね、そううん。いうことじゃなくて、きちっとこうゲームプランにのっとって戦って追いついて引き分けたってういうことですん。から、やっぱり相当強いです、今の日本は。なるほどね。うん。まあ、最後の後半44分ですか
に、え小川のヘッディングが決まったというよりえ、も、何か鎌田の1ミリとカマラいうの点に、言カマラ葉の点に落ちが、て、点はあ、まだ点になりました小ね。川はちょっと気の毒だったですけどね。うん頭かすったのが良かったっていうような意見もありますけど。じゃあ1点目は、前田大然の足にちょっと当たったんじゃないはいはいかって気もすはいはい。るんですけど、よくわなかんるほど。ないですけど、まあ、どっちのみち日本に入ったことはう間違いん。ない。やっぱり小川幸輝ってすごいですよね。なうるほど。いん。つもその90分出ないで、はい。出場時間が短い、この間アイスランド戦もそうですよね。そうでしたね。はい。後半の途中に交代で出てきて、短い時間の間はい。に点を決めるっていうね。うん。やっぱりそれはやっぱり何度もやってるわけだから、うん。偶然じゃないんでね。うあれは大きなん。武器ですよね。なるほどね。うん、森保監督の采配もピタリとはまったというような言えい方がされてますけれどー、も、えもう少し早く、例えば鈴木とかを出していたら、2点目リードされることはなかったんじゃないかとか、ー、そういう見方はできないですか？鈴木ってうん。誰のこと？彼、誰だっけ？菅原のこと？菅原、菅原ごめんなさい。は菅い。うん、だから今日のあれだと、一番怖い学ポが相手なはい。んで、頭から先発菅原でうん。抑えて、相手が疲労とかとしても点が取りたいときに、後から、堂安出すっていう手もあっでは、たかもしれないですね。なるほどな。うん。うん。まあ、それは、それはでも、うん。わかは、らない。結果なる、論だからわから結ないですけど、果論で、なるほどね。そういう手も間違いなくあったと思いうん。ます。まあ、これは、まあ、非常に、なんて言いますか、森保監督なんかは後でのインタビューで、勝てなかったのは残念だという言い方をされて、でもまあ、え勝ち点1だから、これえ、えで、え。まあ、うん、次のステップにえ行けると。え、これはだからオランダ側も同じですよね。うん。オランダ側はもっと勝ち点3を計算してたと思うんですけど、はいはい。まあ負けなかったから、ライバルになるであろう日本とうん。引き分けならまあいいかなっていうね。オランダの国内はそういう感じじゃないと思うけど、なるほどね。チームのスタッフはやっぱり引き分けならまあ最低限の仕なるほど。事したかなって感じじゃないかと思いますけどね。うん。これは日本の代表の方では MVP を選ぶとしたら誰になりますかね？難しい。そりゃ鈴木ザイオンも貴重ザイオン、やっな仕事しぱり。たしけど、うん。同点ゴール決めた、同点ゴールのアシストをはい。した小川もそうだし、うん。ゲームの流れすっかり変えちゃった伊東純也もそうん。うだし、もうあの中村の1点目のね、シュートのうまさとかもううん。ん。一人という問題じゃないですようん。ね。あと、ボランチのね、佐野海舟と鎌田、はい。非常にいい働きしたしね。うん。まあ、それだけなんて言いますか、選手が揃ってるという言い方もできるんでしょうかね。そうです。だか怪ら、我人がこれだけ多くって、そうそ結構その怪我人のマイナスっていうのが見えなかったということも言えますよう。ね。いや、マイナス8が明らかにあったと思いますよ。ああ、そうか。あれで、あそこに三笘が入ってたら、本当に間違いなく勝ってたんじゃないか。間違いなくっておなるほど。かしいけど、もっと早く点取って勝ってたんじゃないかなって。おだから南野と三笘がいたらね、それはいはい。はもっと日本の攻撃見られたと思いますけど、うーん、ただ本当にね、どういう選手が出てきてもそれぞれの役割がみんなはい。分かってるし、一人一人少し違うんだけど、それをお互いに分かっててね。うん。本当になんかだから今の日本代表って、クラブチームみたいな一体感がありますよね。はい。これはやっぱり国の代表チームとしては結構珍しいという言い方していいんでしょうそうか？ですよ。やっぱりオラうん。ンダなんか、もうみんな自己主張が激しいし、ピッはい。チ上でもなんか、日本選手が喋り合ってるのとは違いますからね。おあ互いにああだこうだって責任を追求し合ってるようなあ。とこありますから。な、やっぱりヨーロッパ、他の国の代表とは違いますよね。なるほど。例えば、この間、ブラジルとモロッコ、日本時間ではい。昨日の朝あっはい。たけど、あれ見てるとやっぱりモロッコはそういう一体感がありますよね。ありましたね。うん。なんかこうやっぱり強い国をみんなで倒してやろうっていうね。うん。例えばね、僕は1974年の西ドイツ大会で初はい。めてオランダを、クライフのいたオランダを見たんだけクライブ、ど、はい。あの時のオランダはそういう雰囲気ありましたよね。
ああ、オランダって1938年の、フランスワールドカップに出て以来、もうずっと、本大会で出てなかったんですよね。はい。で、34年、38年、2大会出てるんだけど、みんな2つとも1回戦敗退なわけだから、うーアヤックん。スは強いけど、オランダ代表がそんな強いとなるほど。誰も思ってなかった時代うーで、ん。そうするとみんななんかこう、強豪西ドイツやイタリアを倒してやろうっていう、こう、なんかうん。そういう一体感感じたんだけど、うん。今はもうオランダの選手みんな偉くなっちゃったから自己主張が激しくなってね、なるほど。来てるなって感じがしますね。なるほど。うん、モロッコとブラジルの試合、私も見たんですけれども、ええ。これはモロッコうまいけれども、ブラジルとやったらちょっと穴あるなという感じがしたんですけども、やっえ、ぱりそういう感じえ、ですか？いや、モロッコの方が強かったじゃないですか。いや、だから、モロッコとええ。やったらやばいけれどうん。あも、あ、日本はね。日本は、ブラジそうそう。ルだったら、あとそう。日本が当たった時にでモロッすね。コはマジでこれすごいなという感じうだけど、ん。ブラジルはね、結構、まあ、モロッコ戦のビニシウスの一はい。点みたいな形でね、今日もそれで個人の能力でやられちゃったから、それははい。やられちゃうかもしれないけど、付け入る隙がなんか、あっちにもこっちにも付け入る隙がありそうではい、すね、ブラジルはね。ありそうだね。うん。ということで、今日の、オランダ、これはい。はどうなんですかね。もう、実力ほぼできてるというふうに言っていいいや、でしょうか？それはそんなことないですよ。それあ、やは、っぱりね。何も日本をバカにしてね、はい、はい。メンバーを落としたから、そういう意味じゃなくて、はい、まだやっぱり、ヨーロッパのチーム、まあ、なんていうかな、一年のシーズン終わったばっかりで、コンディションがはい。良くないですよね。なるほどね。だから、これこ、からだんだん優勝を狙うような国は、これからだんだんコンディションを上げていって、グルーはい。プリーグが終わったぐらいでピークになればいいという、そういうなるほど。感じでチーム作りも意図的にそういうふうに、あんまり急いでチームのコンディションを良くしちゃうはい。と、持たなくなっちゃいますよね、最後までね。なるほど。で、グループリーグが終わったあたりで、だんだんそうそう。ピークになって、あと決そう、勝まで見そう、据えてそこまで、進んでいくと。そう。だから本当を言えば、ラウンド32じゃなくて、はい。ラウンド16ぐらいでピークになるのが一番いいかなって考えてるんじゃないかと思う。そういう意味では、日本のオランダとの戦いいや、方は、うん。だから日どう、本も全然コンディション良くないですよ。うん、そうですで、日本ね。の選手もみんなヨーロッパのリーグで戦ってきてるんで、はい。うだかん。らほとんどの選手は疲れ切ってるうし、ん。逆に言えば、あんまり出場機会を与えてもらえなかった選手は試合感がない状態で来てるわあけですからね。あ。で、アイスランド戦なんか見てるはい。と、ああ、コンディション相当悪そうだなと思って見てて、うだいぶん。戻してきたけど、まだピークには、届かないんですよね。それはいいことですね。まあいいことです。いいことそれだけですね。日本人の選手がヨーロッパに行って、はい。要するにフィールドプレイヤーだと長友以外全部ヨーロッはい。パでやってるわけですから、そうそれは日ですね。本の選手の能力が上がった。しかも、うん。オランダやベルギーばっかりじゃなくてね、プレミアはい。リーグの選手が4人もいるわけでしょ。うん。だから、それはとって本当にいいことだけど、やっぱりコンディション調整っていう意味じゃ、J リーグ組がいた時代に比うん。べると難しいですよね。うんなるほどね。うん、春秋制の J リーグだと、ちょうど今、開幕から3ヶ月ぐらい経ったところで、はい。一番こう、コンディション上がってるあ、時期で乗ってくるすからね。とき。うん。まあ、これから J リーグも次から春制になっちゃうんで、うん。そうですね。次のワールドカップはね、ヨーロッパと同じになるわけですけど。ヨーロッパ勢と同じような感じになってしそうそう。やっぱまうという。りね、ACL 終わって疲れたなって状いや、況で、なるほどね。国やんなきゃいけない。うん、でも、まあ、今後の、なんて言いますか、日本の活躍というものを見て、見据えるときには、やっぱりえ次はチュニジア戦ですよね。うん。絶対で、勝たなきゃいけないという。チュニジアとスウェーデンの試合ご覧になはい、見ましりました？た。もう全然チュニジアはもうう、ん。ミスばっかりしていて、ミスばっかりそうですね。とてもワールドカップで戦える状態のチームじゃないですよね。だから、なんかアフリカえー予選やった時には、まあ、僕は見てないですけれども、いや、あれは全然いわゆる統計の嘘なんですよ。そうなんですが。アフリカ予選の仕組み、フォーマットがアはい。ジアと全然違うんですよ。ああ、アジアなるほど。だとほら、一次予選っていうか、要するはい。にミャンマーとか、はい。どこでシリアとか北朝鮮とやったじゃないですか、日本代はい。表は。
それで、その後二次予選で、うんオーストラリアとかサウジとかはい。強いとこと一緒の二次っていうか三次っていうかはい。呼び方があれなんだけど、そういう予選がありましたよね。はい。アフリカはもう一次予選で首位になったらそれで終わりなんですよ。ああ、なるだからほど。はい。強いとこ同士の予選がないんですよ。で、あそのあ、一次予選も、その一次予選の組み分けを決めるときに、やっぱうん。りワールドカップ本大会と同じでポットがいろいろあって、はい。そうしたら、すごい抽選の運が良くて、はい。チュニジアも各ポットの一番下の方の弱いチームばっかり、当たっ集まった。たんですよ。そう。だから、ああれはね、それはまあ、もちろん無失点っていうのは偉いけあ、ど、はい。それほど評価するべき、あ、だから日本もミャンマーとかなんかとやった時に全然失点する心配なくて試合したじゃないですか。なるほど。あれで予選が終わっちゃったって言ったらそれだけのことなんだあ、よね。それは私は全く知らなかったうん。もんで、今、ほっだから、としましたけれそう、ども、そう、それで、日本のマスコミっていうのは、もう何とかして相手の強いところをくすぐり出して、危機感を煽るっていうのをやりますからね。なるほど。だから、試合を盛そう。り立てで、るのが、この間、事前の試合でもベルギーに5対0で負けたりしてますかはい。らね。いや、程度ですよ、チュニジアはなるほど。やっぱり。というと、ますますチュニジア戦はもう負けられないといそうそう、負けうこと。られない。今日のオランダ戦は最悪負けても想定はい。内ですよ。オなるランダに負ほど。けるのは、まあ、ある意味当たり前のことなん仕でね。方がないと。もちろんはい。勝ったら嬉しいし、引き分けだからはい。よくやったけど、負けても、なるほど。まあ、計算できるんですけど、なるほどね。チュニジアに負けたら、これはちょっとやばいですね。よくまあ、2試合目に、前のカタール大会の時にも、ミスしちゃったと。うん、せっうん、そうだ。あれは、かくだから、そう、ドイツに勝ってるのに、そう、コスタリカに負けちゃったとそう、いうのがありましたね。だかそう。だから、ら注意しなきゃいけないっていう声をまあ、それは聞く。もちろん、それはもちろんそれはもちろん。それはもちろん注意しなきゃいけないし、慎重に確実に勝ち点数を取らなきゃいけないけども、なるほど。それはそれほど難しい作業なるじゃない。そうしたら、あれですね、そういう形でだんだん、調子を上げていって、スウェーデン戦とぶつかるという時には、うん。これには、まあ、引き分けでもいいっていう感じですか？それともやっぱり勝これたなきゃいけない。はだから、これは次にスウェーデンがオランダとどういう試合するかもわかんなうーいし、ん。日本がチュニジアに勝ったとしても、1うん。点差だったら、得失点差でスウェーデンのが上回ってるかもしれないし、なるほど。